けとか、そういう本当にまあ練習権直結的なまあ指導はもちろんのことなんですけど、あとなんだろう、考え方そのもの。例えば本の今まで例えば何十年間できた本能に従って例えば野生で打ってる何だとかそれを考えろとそう再構築ですね、そういったことを教えてくれる人間ってね、自動運転してるからあんまり考えなくてできるわけよ、そうですね、それが日常生活日常生活でまばたきするのも一時考えてやってない目でこうするんでも何も考えてもできるわね、目かいなったら目とするけど頭かいなったら頭かくけどその書き方をどうしたらええなんて考えてやらへん、自動運転なんてくしゃみも自動運転してる、発作的に動いてる何も考えてくしゃみしてるわけじゃない咳も一緒、まあそれがいざこう実践になった時に、まあ例えば1秒、例えば 0.1 秒争う時に今までの本の生活習慣でなんか惰性のもうじゃあそれはもう間に合わないからやられる考えなきゃダメいや考えたらそれに考えてもええんだからそれはええんやけどまずそこを考えなくていいよくなる至るまでにまず考えないでどうなったって普遍的にこの動けるで、そのためにすげえ反復練習がしてるはずやそこに至るまで、ということはその一つ一つの動きスローモーションでやってるこの動きとこの動きと左右対称だって同じ動きをして連関係してる右と左が違うとかねそれで前回とその次が違うとかそんなことやってないよ、生でやらなあかん、イカイカ違うとか、そのパンチはそのパンチに聞いてくる俺は何も命令してないとかそんなことではなく意図してちゃんとやる意識してリンワンホックでも右でも左でもねもう全くシンメトリー左右対称やしそういう状態を作り出さないそれを普段練習でこう考えながらやってることに反復練習やってることによってで、最初に考えんとこうやって出たら、それが一番望ましいけど、最初は考えなあかんよ毎回やってることが違うけどほんま何も考えてやってる話、そんなやつばっかりやねんほっといたらでやってるつもり先生よく感じる前に考えるブルース・リーの逆みたいなブルース・リーは天才だけどブルース・リーの言うてることは第一段階すっ飛ばして言うてるその前がある第一段階があるよ考えてるっていうことがあって前提があってで考えてもええようになってるその後何を感じるかっていう感じるかということは感じたらそれに対して変化していく、いや一回一回何するかわからんやつが変化できるかできるわけない、そこに感じたのに対して軌道修正とかそう軌道修正したり変化したりして感じる考えるそういう繰り返しみたいなでその変化に対応していく最初はまあほんなら普遍的に打つためにすごい考えてやってる考えずに普遍的に左右同じように打てない絶対やっぱり右利きときはやっぱり人間的にやっぱりどっちか偏りがこう出ちゃってそう自分で同じことやってるつもりもなんかやってるつもりでも利き腕がこうね利き腕の顎が違うとかそうなるやん練習権やりだしたらね左でボール投げられるやんこうやって肩もこうやって動かしてるからやっぱりこう脳がやっぱり鍛える反対側の脳が鍛えられる両方鍛えられる左投げできるようになる面白いですね本当にやっぱ脳を鍛えてるそう脳を鍛えてる左投げのコントロールいいよ動く動くあれと思ったら投げられるかびっくりするね
うキャッチボール紹介で左でわざとやったらうまくできたり、はいはい。これその永春剣学ってあるかもしれない。ガクガク単純ななんか、いやなんかスポーツとかなんか体を動かしたらいいんじゃなくていいわけじゃなくて、やっぱり考えて学問ってどうしたら最短距離を出られるかとか。そう。この最短距離ってのがすごいね、奥義なの。ああ、はい。まあ、本当に、近鉄距離やるもんですからね、本当に、最短距離やるときはダメですよね。やらないとダメなの。はいはい。それをするために、まず脇を締めようかとか、はい。まあ、力の効果あるとか。それはもう当たり前になって、その状態になってる人は当たり前になってる。はいはい。当たり前になってるところをこうやってまっすぐ出すだけや、まっすぐ出す。それもすげえ細かいとこからまっすぐやった。レベル的に備えだったらね、ここから飛び出すっていう基本的にそれはもう短さをなろうが、箱になろうがもう、基本はもう軌道は一緒。修正のこう、シャンライトというか。それがまあ理想だよ。それとやっぱり脱力からくるコア、体幹全体から出てくる力っていうのを身につける、養成する。そうすればするほど腕力がいらなくなる。で、思わぬ力が出る。腕力使わないのに相手が受けてるのがすごい圧力ようになる。結構逆のようなもんですよね。体の力を向けば抜くほど実は相手に対して力が出てくる。相手に対して圧力で圧力になる。相手は圧力を感じるし、自分は相手のことが分かる。接触感情を養われる。だからその永春拳の求めてるものがそれが体現できるんですよ。それが腕力使えば使うほどどんどん遠くくる。手先のこう力ばっかりやっても感覚を鍛えられへんからいつまであったら目見てみなあかんとか、そんな感じになる。永春がどんどん遠くなる。先生が今日指導でおっしゃったこう力入れてると相手のなんだろう手先の感覚とか関係ない。分からんと。いや俺思いました。力抜いてるとなんとなく先生はこうなんかこう圧力をしてるなとかやっぱなんだろうプッシュじゃないけど触覚じゃないけどやっぱりこれやっぱり抜いた方が分かるなって入れてもたらそれともちゃうよ。ガッチガチになってるのがなんか反応できるようになってる。相手のしようとしてることに反応できる。それも脱力してここに重心が来てなかったらあかん。それによって手や体いうのは動いていく。それを丹田と言ったりいろいろ言うわけ。コア、英語で言うとコアとか、スコデイビス先生なんかはコアパワーとか言うてたけど、表現が違うだけで表現が違うだけでやってる。こっちは本尊したらそうなるんや。それを目指さなくても本尊しなさい。それの取っかかりが本尊に脱力したら脱力すればいろんな情報が触ってりゃ伝わってきますよと、そういうことになる。自分のこの手先ばっかりにこう神経がいってそれも手先だけなんですよね。こことかじゃなくて手先でスピードは出えへん。ガッチガチ違う。で相手のなんか動きがなんか分かるかっていうと分かんなくてこっちで勝手に自分で一方的にやっていくしかない。相手の状況に応じて変化していくできる。
先手必勝なんだな、その5の線にはなっていくけど、武術は5の線や相手に指摘したことに反応して反撃する、まず相手が線の線じゃないから、基本その武術で先手必勝なんて言うからさ、そうなんですね。相手の出方によってどう変化するかっていうそう5の線、勉強になります。いやありがたいというかな、いい話してるわ、先生、例えばどうしたんでしょうね。ありがたい。いや、本当に。例えばなんか分かりやすいんですよね。なんか自分の皿の上になんかある無駄なものが捨てろと。皿の面積にはもう限界があるから、何か乗せようと思っても乗らないと。まず一回捨てて、でそっから乗せようみたいな。それがまだ柔軟な思想いうこと、考え方いうこと、凝り方それがね、皿の上に自分の凝り方だったものが乗ってるやつはどん瞬間が難しい。いかないっていうこといけるバーンしてへんかったら、その脱力せなあかんのに、いや脱力は無理やから脱力せんとやりませんから、無理それは無理、そこの問答ばっかりやねん。いやそれだけはもうとりあえず手持ちの道具を使いたいです、今まで。とりあえず腐ったほんならもう手の道具使いたいやったらそれまで練習がやる必要ないやん。もうそのまま喧嘩でもやればいいと。最高値。練習権の言うた通りいっぺんやってみよう。その練習権の言うた通りいうのがね、意外に難しい。言ってることはシンプルだよ、単純だからやれるんちゃうのと思ったら、実はその自分らがしてることの逆やった。そうですね。だからできへん。本能的にやってることとあえて逆の形を直線的にとか、やっぱりそれはなんだろう、本能でやってるやつは全部負けてきて、もう本当に残ってきた方々が先生たちがこう伝えてどんどんそぎ落としていって、やっぱり本能的にはダメだなと思う。やっぱり考えることを教える。そういうことを知っていかなきゃいけないってやっぱり技術体系、それも本当になんか基本は省エネやから、本当に無駄がないっていう感じですよね。無駄がなくていらん力を使わずに、だから年いったってできるよ。本当に素晴らしい考え方っていう少年校とかも私、子供の頃から少年と欧州っていう雑誌に出てて、少年と入門っていうあったんですよ、3ヶ月間ぐらい。あれはシェン先生のやつじゃないはい、欧州で3回特集でやったのは横浜のチェン先生。そうなんですか。確かそうやった。はい、私あれ多分ね、中学生ぐらいなんですけど、少年と入門だって。中堅オタだな、夏は。はい。中堅オタだな。ダメだよ、オタは。いや、同じ結構、後ろとか、結構、いや、少年と見たときに、いや、ほとんどなんか、もう、言葉はあれですけど、立ったままなんですよ。ああ、そう。本当に、はい。私、それまで僕はなんか、発極点だとか、もしくは、なんか、まあ、派手な、イメージ的に派手な競泳用な、まあ、灯籠券とか。灯籠券とか、まあ、洋装券、風立ちの洋装の、これ書いた。あと本試験とか、はいはい。派手な動きのブリスバの、ンジーブリ。はい。ブリスばっかり見てて、あれかっこいいなと思って中で、練習系にを見たときに、今度なんか、動いてなっちゃうみたいな。手しか送ってない。そう。
これは何だと思いましたよ、本当に。これで身を守れるのかって、はい、思いました。動いた方がダメなんや。逆に、動かんからその普遍的な力が出るんや。もう最低限の自分の手術範囲を守るっていう。結局あれ動いちゃダメということに気づくやってる。こうねじれが起きたりしてる。力が出ない。確かに動けば動くほどチャンスも多くなる、リッチも多くなりますもんね。なんか隙も。そう。いらんことしたら。その攻撃の時はどんなテンポできっちり揃ってるわけ。いろんなものは。こう対局でも構えて、このヒットポイントの時はきっちり全部が揃ってる。そこに至るまではこういろいろはぐらかして動いとる。でも最後決める時はやっぱり、そうピタッと合うてるわけ。せやけどね、ずっとそれは合わせてる方が楽じゃないっていう。ということが。ずっと合ってる方が強くない。そうですよね。最初から横だしいいと思う。合ってるんやから防御でもこうでもできるやんそれって。最後までご視聴誠にありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願い申し上げます。大変励みになります。またご質問等はコメント欄にて残しておいてください。はい、ありがとうございました。